ちが乗る方かな。あっちの奥だね。2つの方だね。うん。あ、緊張してきた。風が吹くとスーッと進むかもしれない。慣れると楽しいと思いますよ。まあ、ですけども、マングローブは見たことは。はい、車で走ってると川沿いによくあるなとは思うんですけれど。で、実はマングローブっていう言葉をよく使われますけども、じゃあマングローブって何って話になってくるんですね。はい。で、実はマングローブっていう場合にはいろんな条件が出てくるんですけども、基本的に木の名前ではない。我々は地球とか言ったりとかしますけども、そうではなくて、木の名前ではなくて森を指す、林を指す言葉という形でいいと思います。だからマングローブというのはその寄生期に生える植物の全体を表す総称になるという形で覚えてもらえます。で、まっすぐ飛んでください。はい。そう、さっきと入ってきた時の臨界とここの臨界では全然ちょっとイメージが違いますよね。はい。先のところは中が見えなかったですけど、ここは中がずっと見えてます。はい。植物の違いなんですね。実は八重山ヒルギってさっき言ったように高いところからも根を下ろしてくるので、根と根が絡み合って中が見えないようになってるんですね。で、ここはおひるぎなんですけど、おひるぎの根っこってどれって、これなんです。これこういった曲がってるやつ、これ屈曲疾根といって、膝が曲がるという言い方をするんですけれども、膝が曲がってるような根っこが全部おひるぎの根っこなんですね。だから根っこが低い位置にあるので中が透けて見えるっていうのが面白いところなんですけども、で、今ちょっと話はちょっと変わりますけど、ここに生き物がいるの分かりますか？はい、ハゼさんが。そう、ハゼです。これは沖縄で和名では南飛びハゼという言い方をするんですけども、実際沖縄ではトントンミーという呼び方をします。かわいいトントンミー。あ、でも木がないところをうまくできるだけうまく通そうと思って、ごめん。どっちに行こうかな。爪が赤いカニはなんだっけな。背中が赤いのと、爪だけ赤いの。爪だけ赤いのといるよね。ここだよね。アップアップアップ。カニじゃない。青い爪のカニ。嘘、シャコ。ハゼでしょ。いるよ、カニのすぐそばにいるよ。かっこいいカニだね。ブルーかっこいいの。なんかしょうがない。僕の手前にもいたし。いたね。潮招いてるじゃん。かわいい。ここにね。ハサミの大きさがいろいろなんだね。いっぱいいる。潮招きしてるね。
こっちかな、こっちかな。おお、こりゃあ大きい。はあ、大きいね。これから先は入っちゃダメなのか。私の背ぐらいあるね。大きかった。どうでしょうね。こっちからも見てみよう。こっちから見てもすごいね。これが一番大きい木。いっぱい敷いていい？まだね、わさび、よし。お醤油。こんなもんかな。では、いただきます。タイだね。初シャコガイ。サクサクする。粒とまたちょっと違うけど、歯ごたえ美味しいね。
誰もいない、静かで綺麗。